立川駅からですね、大武線に乗り換えて、JR 牛浜駅から歩くこと、約10分ですね。横田基地の入り口第5ゲートに到着しました。入場してですね、すぐのところにスポーツカーが並んでたんですね。日産車が多いですかね。シルビア、スカイラインですね。またGTR っていうんですか、あります。テスラのですねサイバートラックですね、とかもありました。今年そのスポーツカーの展示に気合が入ってるのかなと思いました。去年そんなになかった感じがしたんですね。去年はですねどちらかというと重機の展示があったんでですね、今回はその重機がなかったんですね。私スポーツカーよりも重機が好きなんでですね、ちょっと残念だなっていうような、感覚です。飛行場ですね、中に入るとやっぱり広いですよね。で入り口の近くはアメリカンなグッズ、食べ物とかですね売っているブースエリアです。では屋内ステージあります。こちらの中ではですね、ずっとイベントが行われています。朝一番で入場したんですけどね、すでにこの好み用ですよね。走行案内書で、今回の目的であるデモフライトですね、時間の確認をします。デモフライトまで時間があるんでですね、航空機の展示エリアをぐるっと一回りしてみます。で、こうした航空ショー参加してるんですけど、どちらかというとですね消防車とかの方に目がいっちゃうんですよね。アメリカンな消防車っていうのがですねすごくかっこいいんですよね。これがですねまた後にも登場するんで、お楽しみください。横田基地ですね、こうしたイベントに訪れたのは今回で3回目です。このゆるパパのほぶちゃんではですねメカ好きのメカの資料としてこういった動画をアップするようにしています。私若い頃メカデザイナーを目指していたというのがあるんですね。またプラモデル制作の資料になればという目的でも参加しています。あとですねF35 ですね、ライトニングの撮影です。こちらはまだ見たことないんでですね、写真に収めたいというのがありました。もう一つですね、去年参加した時にスマホで撮影したんですけど、デモフライトはちょっとスマホでは無理ですよね。望遠レンズの一眼レフがないと厳しいかなというようなところがあったので、今回は娘から一眼レフを借りて参加しました。昨年ですね、雨の中での撮影だったんですよ。全身ずぶ濡れでですねすごい地獄だったんですね。今回ですね天気良かった、良いっていうのはあらかじめ分かってたんでですね、ちょっとそれなりに準備して参加しました。展示ブースですが、自衛隊の F15 イーグルとかですね、ブルーインパルス、そして、最新鋭のですね F35、ライトニング2などですね主役級の機体がずらりと並んでいます。でここで、この今年の友好祭のマイナスポイントをですねちょっと、語ります。会場のですね簡易トイレなんですが、入り口近くてですね、このライトニングの後ろの方のですねちょっとかなり奥の方なんですよね。エリアとしては結構奥に入ったところなんですね。この2カ国章ぐらいしか見当たらないんですね。ちょっと正直困りました。あとですね今年ですね給水所がなかったですね。去年とかあったと思ったんですけどね、給水タンクがところどころに置いてあったんですよ。今年は全然なくてですね、ビールを買ってくださいって言いますかね、水とかビールがところどころに売られていました。ちょっとこの辺ちょっと苦労しましたね。
ここがですね、展示ブースの一番端のところです。ここからが折り返し地点ですね。去年ですね、ここから戦闘機がですね、発進したんですよ。ここで撮影するのもありかなと思ったんですけどね、今回は、ここでは撮影はしませんでした。空中給油機の KC-135 や自衛隊の C2 輸送機、F2 戦闘機、そしてコブラや忍者といったヘリコプター、話題のオスプレイまでですね、見応えがあって抜群です。Good morning, Friendship Festival! We are the Signatures. No, I don't want to spend my whole life this way.お昼過ぎですね、C130J による米陸軍のパラシュート降下展示がスタートしました。でですね、このデモ飛行の撮影でですね、私の体は完全に限界を迎えました。普段室内にこもっている親父がですね、日中の猛暑にいきなりさらされているわけですからね、それは熱中症にもなりますよ。想定はしてたんですけど、パラシュートのデモってですね、飛び立ってから降りてくるまでの時間が長いんですね。もう持参していた水とかですね、もうお湯になってるんですね。
せめて凍らせて持ってくればよかったなとかですね、ちょっと準備が甘かったですね。正直ですね、ちょっと熱中症でですね、倒れるじゃないかっていうですね、最悪、ちょっと覚悟するぐらいにフラフラでした。でも終了後、冷たいコーラを一気に流し込んで、屋内会場の日陰でしばらく休憩しました。去年ですね、雨で地獄だったと言いましたが、もう今年は天気が良すぎてですね、これもまた地獄ですよ。はい、無事、オスプレイのフライトの撮影が終わりました。もう体も限界ですよ。フラフラの状態なんですね。これでもう帰っていいんですけど、最後にですね、屋外ステージですね、ちょっと覗いてみてですね、それから帰ろうかなっていうような感じで、思っています。で、夕方になってですね、若い人が増えてるんですね。朝からここ人多いなと思ってたんですけど、午後ぐらいですね、ちょうど日が暮れ始めたぐらいからですね、さらに人が増えてるんですね。ちょっとこれもちょっと意外でした。最後ですね、ちょっとだけそのロックのステージ、屋外ステージの様子を撮影して帰ろうかなと思ってたんですけど、これがですね、意外にですね、良かったんですね。ライブの生演奏のロックがですね、最高だったんですね。ボンジョビ、ビリー・ジョエル、ジャーニーといった名曲のトリビューバンドっていうんですか。あとですね、太平洋空軍音楽隊の演奏ですね。今までこういった経験がなかったので知らなかったんですね。航空ショーってですね、飛行機だけじゃないんですね。飛行機だけではないんです。ロックが私すごく良かったです。You bad, Keegan, you bad. Andy Clemens in on the drums, make some noise. Greg Flew on the bass, make some noise, come on now. I'm gonna play a little. もうくたくたでもう帰ろうと思ってたんですけどね、もうノリノリなロックでですね、復活したんですね。明日の仕事のことはもう考えないということでですね、腹をくくってですね、最後まで撮影することにしました。そしてですね、夜で最後ですね、国歌斉唱、君が代と、あとアメリカの国歌ですね、斉唱の後にですね、花火が打ち上がりました。私の考えとしてはですね、ディズニーランドぐらいどっかの遊園地の花火ぐらい程度かなと思ってたんですけど、普通に花火大会と同じ玉川とか荒川とか、それぐらいの規模の花火が上がったと思います。花火がですね、見るとですね、ちょっと帰宅のラッシュで混雑するかなと思ったんでですね、花火は最後まで見届けないでですね、帰りました。知ってる人はもうとにかく分かってるんでしょうね。分かってるっていうか、知らない人はですね、もう教えてあげたいっていうかですね、日米友好祭って航空機だけのショーじゃないんですね。ロックが生で聴けるっていうのはですね、ちょっといいなと思いました。
これ別にお金を取るわけじゃないですからね。これで、ぜひですね、来年参加するときはですね、熱中症対策ですね、万全にしてですね、足を運んでみてはいかがでしょうか。ぜひで参考になればいいですけどね、参考にしていただければと思います。